はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。今日は久しぶりに豚の内臓編です。自分たち焼肉屋ですよ。いろいろなお店食べ歩くグルメレポーターじゃありません。それでは早速やっていきましょう。毎日見ている光景だからもう気になりませんが、普段見ない人からするとこれって刺激が強いですかね。これは豚の内臓です。過去にも登場していますが、つなぎという取り方です。舌から肝臓までつながった状態のものです。これは自分の地元での呼び方なので、もしかしたら皆さんの地元では別な呼び方をしているかもしれません。この取り方のメリットはバラバラで仕入れるよりも安いです。デメリットはたくさん取れる部位とあまり取れない部位の差があることです。今日はこのつなぎでどれくらいの部位が取れるのか検証しています。これが舌です。肝と呼ばれる部位です。1頭から1本のみしか取れません。これは喉部分の骨ですね。特に商品にはなりません。タンが1本 246g です。タンからつながっている膨らんだ部分が喉軟骨部分でドーナツと呼ばれたりします。ドーナツの先端部分の白い部分が後頭蓋で上軟骨とか靴べら、喉笛と呼ばれたりします。1頭からこれ1個って考えると希少な部位ですね。18g です。ドーナツ 140g です。これは一度冷凍して形成してからカットする場合が多いです。ドーナツから伸びている薄いピンクの管が食道です。歯筋やネクタイと呼ばれたりします。歯筋の先は処理されていますが、本来であれば胃がつながっています。豚の場合ガツと呼ばれます。食道 78g です。ドーナツから食道に沿うように下につながっている白い管が気管です。軟骨として出されたり輪っかと呼ばれたりします。このつなぎにはついていませんが、気管の先には肺がついていて、フワ、ヤオギモ、ププギ、バサなどと呼ばれたりします。気管 60g です。次にこの心臓につながる白い管が大動脈で、タケノコとかコリコリ、嫁泣かせと呼ばれる部位です。心臓寄りの方が肉厚で、発元と呼ばれたりします。タケノコが 97g です。これが心臓で、発と呼ばれる部位です。結構今回の発は大きめかもしれません。414g です。この白い膜でつながっている部分が横隔膜でハラミの部分です。この細長い部分がアウトサイドスカートです。2本で 186g です。こっちの部分がサガリで 98g です。ともに2本ずつあります。うちの場合は混ぜてハラミで使います。白い膜部分がメンブレンと呼ばれます。この最後に残った部分が肝臓でレバーです。1820g です。今回はついていませんが、この肝臓部分に胆のうがついています。以前紹介したつなぎにはフワや胆のうもついていたので、気になる方は見てみてください。今日紹介している部位は全て個別でも動画があるので、気になる部位があればぜひご覧ください。同じく豚と同じ牛の部位も全て紹介しているので、気になる方はそちらもご覧ください。自分が今まで食べてた部位がどんな部位なのか知ると、きっと焼肉がさらに楽しくなります。タンをカットします。裏側部分のタン下を処理して薄くスライスします。包丁を入れて噛み切りやすくします。タン下も焼いて食べても美味しいです。次にドーナツは冷凍して一度形を形成します。冷凍されたら取り出してスライスします。軽く包丁で叩いて刃が入りやすくします。上軟骨部分は半分にカットします。チキンは管を包丁で裂きます。中に食べ物が残っている場合があるので、洗って汚れなどを落とします。裂けたら中の白い部分を剥がします。包丁を入れ食べやすい大きさにカットします。タケノコはお店によって処理の仕方に差がありますが、うちは大まかにリンパを取り除くぐらいで、油は適度に残しておきます。昔は油も全て取り除いていましたが、残っていた方がジューシーで美味しいので、最近は残しています。裂いて開くお店もありますが、この管のままの歯ごたえが好きなので、このまま食べやすい大きさにカットします。気管もこのまま食べやすい大きさにカットします。ハラミは豚の場合、膜がついたままでも食べられますが、自分は取ります。これは好みなので自由です。ハラミは膜と肉の間の脂がジューシーで美味しいです。あとは食べやすい長さでカットして包丁を入れて開いてあげてもいいです。サガリの方も同じようにカットします。次はハツです。周りの余分な筋や膜をカットします。牛の場合、皮部分が硬いので皮も剥きますが、豚の場合は皮をつけたままでも問題ありません。
あとは柵取りして薄くカットします。レバーは処理しやすいように房でカットします。血管を指で引き抜きます。牛はレバーの表面の皮も歯触りが悪いので処理しますが、豚は薄いのでそのままカットしても大丈夫です。柵取りして薄くカットします。すべてカットするとこんな感じです。明らかにレバーが多いですね。もしつなぎで仕入れるならレバーを使ったメニュー開発は必須ですね。そう考えると必要な部位を必要なだけ仕入れる方が多少値段が高くてもお得かもしれません。なかなか一般の方はこういった仕入れ方しないと思いますが、もし買う機会とかあったら参考にしてください。それではせっかくなので各部位を焼いて食べてみましょう。今日はシンプルに塩とホワイトペッパーをかけて完成です。いただきます。今日はフィリピンのサンミゲルのレッドホースを飲んでみましょう。アルコール 8% と少し高めです。いろいろ調べていると昔よりアルコール高くなってますかね。東南アジアのビールといった綺麗な黄金色のビールです。よく言えばスッキリとしていて、悪く言えば薄い感じもします。アルコール 8% とは思えないくらいごくごく飲めてしまいます。いつもの東南アジアのビールの感覚で飲んだら一気に酔いそうですね。それではどんどん焼いていきましょう。まずはタン、ハツ、タケノコ、ドーナツです。低い温度でじっくり焼くよりは高温で一気に焼く方がおすすめです。多少焦げても構いません。細かいことは気にせず豪快に焼いちゃってください。焼けたのでタケノコから、まずは塩ごま油でいただきます。全体が白っぽくなって軽く焦げ目がついてカリッと焼き上がれば食べ頃です。大きさが一回りくらい小さくなっていきます。生焼けだとグニグニで、焼きすぎると硬くなります。ベストな状態で焼けるとコリコリとした絶妙な歯ごたえが楽しめます。適度に脂が乗っていてジューシーです。次はハツです。こちらも塩ごま油で、ハツは火が入りやすいのでハツだけを大量に焼くのは注意が必要です。表面がカリッと焼かれていてシャキッとした歯ごたえがあって、噛むごとにハツの旨味が染み出ます。次はタンです。包丁が入れてあるので焼き上がりが早く、切れ目がカリッと焼き上がって食感もいいです。薬味ポン酢で食べてみましょう。タケノコのコリコリやハツのシャキッとした歯ごたえとはまた違う弾力のあるような歯ごたえが噛んでいて気持ちいいです。油も乗っていてポン酢との相性もいいですね。次もどんどん焼きましょう。輪っか、上軟骨、ハラミ、レバーです。次はドーナツが焼き上がりました。両面カリッと焼き上がっています。こちらも塩ごま油でいきましょう。心地のいいカリッコリッというしっかりめの軟骨の歯ごたえが硬いもの好きな人のハートを虜にします。適度に肉がついていて油っぽさもあるのがバランスがいいですね。次はレバーをいただきます。さっと焼き上げて塩ごま油でいただきます。臭みなどなく、この焼いたレバーの甘みがあって噛むごとに口の中に甘みが広がります。次は上軟骨です。ポン酢でいただきます。このドーナツほど硬くないし、タケノコより歯ごたえがあるすごい中間な歯ごたえです。これハマる人の気持ちが分かった気がします。結構このつなぎ部分は歯ごたえある系が多いですね。次は輪っかです。こちらも塩ごま油でいただきます。完全に軟骨だけでコリコリです。肉部分はなく軟骨と脂が乗っていてジューシーさがあります。焼き鳥の野源とか好きな人はきっと好きですね。最後はハラミです。こちらはポン酢でいただきます。肉を食べてるなって感じがします。さっぱり系ですがたまにいる油っぽさがいいですね。さっぱり系のタレとよく合います。今気づいたんですけどチキン忘れてました。チキンも食感系で結構歯ごたえがあり、ガムのようなグニグニ食感でどことなくガツっぽいような味わいの部位です。こうやっていろいろ焼いて比べながら食べるのも面白いですね。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。つなぎいかがでしたか？部位の違いを知ると焼肉が楽しくなるので、ぜひいろいろチャレンジしてください。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。